こんにちは。今回は少し大きめな四角モチーフを紹介します。このモチーフは1段目、2段目、3段目、4段目で完成するモチーフです。編み方を編み図で説明します。これが全体の編み図です。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。1段目は長々編みを編みますから、立ち上がりの鎖編みは4目必要です。間に入れる鎖編み1目も編みますから、最初は鎖編み5目を編んで、次は長々編みを輪の中に編み入れます。長々編みは鎖編み1目を間に入れながら15回編み、最後は鎖編み1目を編んだら、鎖編み4目の立ち上がりの鎖編み4目のところに引き抜き編みをします。そして隣の鎖編み1目のところにもう一度引き抜き編みをして、この位置で1段目を編み終わります。2段目はここから編みます。2段目は2段目の時に説明します。今回は少し細めのコットン糸を5号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目を編みます。鎖編みはここから1、2、3、4、5、5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。これで鎖編み5目の輪の作り目ができました。この中に長々編みを編みます。長々編みの立ち上がりの鎖編み4目を編み、間に入れる鎖編み1目を編んで、全部で鎖編み5目を編みます。次は長々編みです。針に2回糸を巻いて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけてまた2本の糸を引き抜き、もう一度糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長々編みを編みました。鎖編み1目を間に入れながら、輪の中に長々編みを編みます。2本、2本、2本と引き抜いて、長々編みを編みます。鎖編み1目を間に入れて、長々編みを編みます。鎖編み1目を間に入れながら、長々編みを全部で15回編みます。鎖編み1目を間に入れながら、長々編みを15回編みました。ここが最後のところです。鎖編み1目を編んで、最初の立ち上がりの鎖編み4目の4個目のところに引き抜き編みをします。次の隣の鎖編み1目のところにももう1回引き抜き編みをして、この位置に移動しておきます。これで1段目ができました。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目で2回引き抜いて、鎖編み1目のところに来ています。ここから2段目を編みます。2段目は長々編み3目の玉編みを編みます。最初は引き抜いたところから鎖編み3目を編みます。この鎖編み3目が未完成な長々編み1目となります。あと2回未完成な長々編みを編んで、これを一つにまとめます。これで長々編み3目の玉編みができたことになります。次は鎖編み5目を編んで、
次の1段目の鎖編み1目のところに未完成な長々編みを3目編み、これを一つにまとめて長々編み3目の玉編みを編みます。鎖編み5目を間に入れて、次の鎖編み1目のところにも玉編みを編みます。この玉編みは全部で16個編みます。間に鎖編みを5目入れて編みますが、最後だけは鎖編み2目を編んで、最初の玉編みの頭に長編みを編みます。これで2段目が終わります。次は2段目です。鎖編み1目のところに引き抜いたところから2段目は鎖編み3目を編みます。この鎖編み3目が未完成な長々編みとなります。次は針に2回糸を巻いて同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけてまた2本の糸を引き抜いて、未完成な長々編みを作りました。もう一回同じところに未完成な長々編みを編みます。2本引き抜き、2本引き抜いて、未完成な長々編み2目と鎖編み3目で未完成な長々編みが3目できたことになります。これを一度に引き抜いて長々編み3目の玉編みにします。鎖編み5目を編んで、次の鎖編み1目のところに長々編み3目の玉編みを作ります。針に2回糸を巻いて未完成な長々編みを3回編みます。未完成な長々編み3目ができました。すべての糸を引き抜いて長々編み3目の玉編みができました。鎖編み5目を間に入れて、次の鎖編み1目のところにも未完成な長々編みを3目編みます。未完成な長々編み3目をすべて一度に引き抜いて長々編み3目の玉編みにしました。この編み方を続けます。それぞれの鎖編み1目のところに長々編み3目の玉編みを全部で16個編みます。長々編み3目の玉編みを全部で16個作りました。間に鎖編み5目を入れながら16個の長々編み5目の玉編みを作りました。最後は鎖編み2目を編んで、次は長編みです。長編みを編むのは玉編みの頭のところです。針に糸をかけて玉編みの頭はここになります。この2本を拾って、ここに長編みを編みます。これで2段目が終わります。次はここから3段目を編みますので、編み図で説明します。2段目の玉編みを16個作り、最後は鎖編み2目と長編みを編みました。3段目はここから細編みを編みます。細編みを1目編み、鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み5目に細編みです。これを繰り返して、鎖編み5目を編んで、細編みを編み、最後は2段目と同じように鎖編み2目を編んで、
最初の細編みに長編みを編んで3段目が終わります。ここから3段目です。3段目は細編みを1目編みます。次は鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み5目のところに細編み。次も鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み5目のところに細編みです。この編み方を繰り返します。鎖編み5目のところに細編みを編み入れて、鎖編み5目を編んでいきます。そして最後のところは鎖編み2目と長編みを編みます。ここまで鎖編み5目を編んでいきます。鎖編み5目のところに鎖編み5目を編んで細編みで留めてきました。ここが最後のところです。鎖編み5目を編んで前段の鎖編みに細編みを編みました。次も鎖編み5目を編んで前段の鎖編み5目のところに細編みです。そして最後は2段目と同じように鎖編み2目を編んで最初の細編みのところに、ここが最初の細編みのところです。ここに長編みを編んで、これで3段目ができました。次の4段目で四角い形にします。編み方を編み図で説明します。3段目で鎖編み5目を編んできましたが、そしてここが最後のところです。次の4段目は四角い形にします。最後に長編みを編んだところに細編みを編みます。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに角を編みます。鎖編み5目のところに長編み3目、鎖編み4目、長編み3目を編み入れて角を作ります。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編みを編みます。鎖編み5目のところに3回細編みを編んで、次は鎖編み3目を編んだら、次の鎖編み5目のところはここと同じように角を編みます。鎖編み5目のところに長編み3目、鎖編み4目、長編み3目を編み入れて角を作ります。鎖編み3目を編んだら、次の鎖編み5目に細編みです。これを繰り返して、最後は鎖編み3目を編んで、最初の細編みに引き抜き編みをします。次は4段目です。4段目は、鎖編み2目と長編みを編んだ3段目の最後のところに、細編みを1目編みます。細編みを1目編み、鎖編み3目を編んで、鎖編み5目のところに細編み、鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに長編みを3回編みます。長編み3目を編み、鎖編み4目を編んで、同じ鎖編み5目のところに長編みを
3回編みます。これが角になります。次は鎖編み3目を編んで、鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み3目を編んで、鎖編み5目のところに細編み。鎖編み3目を編んで、鎖編み5目のところに細編みです。細編みを3回編んだら、次は角の編み方になります。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに、ここと同じように長編みを編みます。長編み3目を編み、鎖編み4目を編んで、同じところに長編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編みです。これで2箇所の四角の角ができました。こちらも同じように編んでいきます。今、細編みを1目編みましたから、次は鎖編み3目を編み、次の鎖編みのところに細編み、鎖編み3目を編んで、次の鎖編み、細編みです。細編みを3回編んだら、次はまた角を編みます。鎖編み3目を編んで、次の鎖編みのところに長編み3目です。長編み3目を編み、鎖編み4目を編んで、同じところに長編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次は細編みです。これで3個の角ができました。あとこちらも編みます。鎖編み3目を編み、鎖編み5目のところに細編み、鎖編み3目を編み、鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに角の編み方です。長編み3目、鎖編み4目、同じところに長編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編み、鎖編み3目を編んで、次は最初の細編みを編んだところです。この細編みに引き抜き編みをして、これで4段目ができました。この糸は後ろに引き抜いて目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。形を整えて四角いモチーフになります。長々編みと長々編み3目の玉編みで作る四角モチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。